はい、こんにちは。こんにちは。斉藤でございます。斉藤でございます。はい、本日はい。五甲牧場キャンプ場に来ております。今はもう設営とか終わって、ちょうどゆっくりできているところなんですけども、はい。とりあえず乾杯します。あ、OK です。よいしょ。です。お疲れっす。淡麗プラチナダブル。冷冷たい。ない。ここはね、1400メートルぐらい標高があるらしいので、はい。めっちゃ日差し当たってるけど、今日関東は35度とからしいんですけど、やばい。僕らは入れますね。入れます。直射日光が当たっても、なんとか入れる、暑いけどね、暑いけど全然入れる気温。汗かいてないんで、全然それでも。そうなんですよ。うん。ということでですね、はい。今回は、これ今開けたやつもそうなんだけど、めっちゃ冷たかったでしょ。めちゃくちゃ冷たい。めちゃくちゃ冷たいんですよこれ。うん。2度になってるんで。おお。これね、今回ちょっと新しくクーラーボックス冷蔵庫ご提供がありまして、ぜひご紹介したいなと思っております。はい。僕もともと欲しかったサイズなんですよ。40リットル。まあイエティと同じかな、うちの。はい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 。積載量、内容量としては、電動車載、車とかのね車載冷蔵庫なんですけど、だから結構飲み物食べ物がいっぱい入るっていうところで、ぜひ使わせてくださいとなりまして、はい、今まで使ってた車載冷蔵庫結構ちっちゃいんだよね。ちょっとね、あれ20リットルなんで、結構ちっちゃいんですよ。ついにね来ましたんで、この車載冷蔵庫が。今日はちょっと冷やしたビールを飲んでおります。すごいのよ今日アブが。アブと初と。なんでアブってここ通ってくんだろう。目が悪いんじゃないですか。当たってくるしね。当たってくる。どうもパーンって。結構音がえぐいからさ。合うじゃないよ。ということで早速ちょっと見てみます。おお、見たい。はい。どこ？はい、こちらでございます。じでーん。でかいです。すごいねこれ。でかいと言っても、イエティと同じぐらいだよね。そうね。高さあるけどね。こちらを今日使っております。これかっこいい。黒くて何にでも合いそうな感じだよね。確かに。で今このエコフローでつないで動かしています。なるほど。この普通のねコンセントでやってるんで、今電源がつながった状態で持ってきております。届いた時にはなんかこの辺の取っ手これついてなかったんだけど、これ別でつけたんだ。そう別でつけてください的なやつだったんで、取ってつけました自分で。説明書がついてたんで、こんな感じで取り付けをやっております。家で黙々と。ありがとうございます。太郎少年が黙々と知らなかったです。つけておりました。温度なんですけれども今2度で設定してます。なんで庫内が2度になってるって感じだよね。で下はね、すごいよ。マイナス20度。じゃあ冷凍庫。冷凍庫になりますね。すごい。で上はめっちゃ動き出した。マイナス20度にしようとしてる。上が10度まで設定できます。で電力としては今ウィーンって動いてるんだけど、動くとこれぐらい50ぐらいかな。ちょっと見づらいっすね、光っちゃって。50、ちょっと携帯もつないでるんで50ワットぐらいの電力で冷やし始めるんで、結構その設定温度まで到達すると勝手に止まって保温モードになったりっていう感じなんで、ずーっと50ワット使うわけじゃないんで、結構長く持つと思います。我が家の工夫としては、開けます。じゃあ開けてください。中見てみましょう。オープン。深いね、やっぱり。深いんだよね。深さがあるんで容量が結構入るっていう。だってペットボトルが立てて入るから、それありがたいね。ありがたい。イエティでも立てては入らないもんね。
いや入んないですね。やっぱり横に全部倒すんで、掘り出して下から出すみたいな、見えないっていうのがありますね。結局これ食べんだよねこれ。あ、そう、あ、冷え冷えじゃん。冷麺ガチガチに冷やしております。すごい、キャンプ場でさ冷え冷えのご飯食べれるの最高だよね。夏に。で今まあ2度で稼働させてるんですけど、やっぱり夏なんで外がさ30度とかあって、2度で稼働するとやっぱ結構電気使うわけですよ。でうちの工夫としては、まあクーラーボックスみたいに中なってるんで、厚みがあってね。そうだよね、結構厚みがある。なんでこれ併用して使っております。あ、板氷。そう、ロゴスの板氷を入れておくと、今日車で持ってくる時とか電気入れてないから。そうだね。クーラーボックスと同じ容量で持ってきてるんで、キャンプ場着いたら電気入れておこうかなみたいな。なるほど。でこいつが溶けてなければ夜も切っちゃっていいかなと思ってる。あ、溶けてないね。全然凍ってるでしょ。すごい、全然凍ってる。全然凍ってんのよ。なんでなんかそんな感じで、まあ電気入れたり切ったり、この板氷だけでも中8度にはなってた。あ、そうなんだ。すごいね。だからちょっとした冷蔵庫にはなってるんで、まあ電気入れてさらに冷やせばもちろん冷えるんですけど、こうしておくと省エネになります。だいぶ。確かにそうだよね。一日中ずっとつけてたら大変だし、バッテリーもで食うし、そういう工夫ができるのいいですね。でこうやって仕切りがあるっていうのも便利。そうそうそう。とかこっちにちっちゃいスペースがあると調味料とかね入れたりして。ここちょっと浅いんだよね。こんな感じで。ね、だからさ、卵とか調味料とかいいかも。飲み物とか食べ物と分けて。そう、どれぐらい深いかってことなんですけど、これカゴごと取れるから。あ、そうなんだ。ここがいいよ。そうなんです。これ楽じゃない？これはいいですね。こうやってカゴで取れるんで、そうするとまあこんぐらい深くて、ここにもなんかペットボトル置きみたいになってるね。下。本当だね。それで置けるんだ。じゃあこれ外して。容量的にはちょっと重いけどごめんね。ちょっと重いですね。こんな感じ。ペットボトル縦に入って、まあコーンだの下にビールだのいっぱい入れております。はい。大丈夫ですか？はい。はい。はい。で、まあここにね基準の温度みたいなの書いてあるんで、設定しやすいですね。設定しやすいです。まあ僕らビールキンキンで飲みたかったんで、まあ今2度とかにしてますけど。めちゃくちゃ冷たかった。で絶対なんかクーラーボックスだと、まあイエティのはね冷えてたりするんだけど、あとやっぱりこう。すごいアブが。わあ。また来た。なんだろう。すごい来る。この匂い。あと閉めた時のこの蓋の上がテーブルになるね。ね、これコップでしょ。そう。すごい。まあだから地面に直置きでテーブルとして使うっていうこともできるし、めっちゃ便利だね。サイドテーブル的な感じで。まあ一点ねあるとしたら、ここがちょっと前のはこう横置きだったんだけど、こう縦焼きなんで結構この高さ取るじゃん。確かに。この分を確保して開けなきゃいけない。やっぱ車載だと場所のね、空間結構限られてるから、確かにこういう縦開きよりも、まあ横開きの方が嬉しいは嬉しいんだけど、まあでもこう横から開くとかよりはまあいいかなと思うんで。そう、クーラーボックスだってやっぱりこう2箇所ガチャンガチャンってやるって考えたら、このワンタッチな感じはすごい便利。じゃあ便利。結構ねギュッてやるじゃん、こう、とかチャックとか、すごい簡単に開きますね。そうで、重さもそんなに重いわけでもない、ちょっと重めのクーラーボックスプラスアルファかなみたいな感じですよね。もちろんその機械がね入ってるからっていうところで、ちょっとこいつをご紹介させてもらいました。はい、F40C、 ちょっと長いな。F40C4TMP。そして今ここにさっきのコンセントつないでるんですけど、車のソケットも線が入ってるんで、車用のソケットで
動かすこともできるんで、シガーソケットだよね。へえ。じゃあ積んだ状態で冷やしたりとか。そうそうそう。まあただしこのシガーソケットってエンジンと連動してるから、エンジン切ったら電気も切れたりするからさ。そうだよね、走ってる時にそうそうそう冷やせるっていう、走行充電で。あとは、まあここに通常モードとかあとエコモードっていうのもあったりするんで、まあ、電力をあんまり使わずにっていうことを思ってタロシンが当たってますよ上に。あ、ごめんねタロシン。エコモードとかもあったりして、じゃあエコがいいですね。っていう感じでございます。はい、はい、あとはここにねなんかハイミドルローみたいなバッテリープロテクションがあって、まあ、車のねシガーソケットとかにつなぐ場合に車のバッテリーがヒューズが飛ばないように保護してくれる機能らしいんですけど、うちはあんま使わないかな。ポータブルバッテリーで多分回すんで、傾いてるからね全部が斜面。そんな感じで、今回ねこちらを使わせてもらっております。はい、がっちり2度で冷やしてあるんで。すごーい。冷やし中華食べる冷麺か。冷麺、お冷えてる。やばい。で今日の夕食のお肉とはるか和牛、あと焼き鳥、そう奥にあったり、まだビールもワンケースぐらい下に入ってたり。焼き鳥太郎ママ胸、焼き鳥太郎胸、はい、鳥書いた。そして下にもビールが入っております。めちゃくちゃ入ります。すごい使いやすい。なんかねちょうどいいサイズです。あ、本当。でこっちはノンアルビール。あんまこっちの方が冷えないねやっぱね。ちょっと氷入れといったら違うかもしれないですね。ここに書いてあるわ。フリーザーとこっちがフリーザー。こっちはなんて読むんだろう。レフジレーター。まあ冷えが弱い方ってことですね。あ、なるほど。リーがついてるから。そういう風にできるんだね。すごい。分けれる。じゃあ早速冷麺作りましょう。はーい。作るっていうかもうぶっ込むだけです。風出てきたな。今度はヒゲ監修って書いてあるんだけど。ヒゲ？ヒゲっていうお店？焼肉冷麺ヒゲ。創業40なんとか年。500円するもんなこれ。ちょっと割高。わあすごいなんかどうしたらいいの？説明書ないよ。説明書必要？全部入れりゃいいだけか。そうじゃない？じゃあまずタレを入れて。東北行った時盛岡冷麺食べてどえらい感動しましたよね。あ、しました。あまりの美味しさに。鉄の箸でね食べる。あ、そうそうそう、韓国料理みたいな。これほぐした方がいいんじゃないのね、この状態で。あ、絶対そうじゃん。あ、よかった気づいて。ゴミいただきますよ。よかった気づいて。何回も言ってますね。よっぽど気づいてよかったですね。よかった、気づいてよかった。キムチ？これなんていうのこれ？キムチ？角的？角的。ネギ的。ネギ的な。ネギタロ的な。卵。きゅうり。最近なんかダイエット麺食べてる人よくそれに見える。ああ、絶対うまい。あ、いい盛り付けですね。まあね。素直に受け取る。こんなに具がセットになっててすごい。いただきます。いただきます。美味しそう。うまそうじゃん。うまっ。
お店の味っぽいね、このだし汁美味しくない？うまい。やっぱほぐしてよかったほぐしたでしょ？ほぐしたけど、ずっと言ってんなと思ってはい、別日でございます。はい、帰ってきました。はい、映像見直してたらのんきに冷麺食べてそのまんま終わってるんで、映像がふざけてんだと思ってなんか飯食いながらブツブツ喋ってその後撮ってないっていうね。やばいねということで最後に商品の簡単な説明と感想をねちょっとお伝えしたいなということで、別撮りしております。はい、まず容量がやっぱりこれ40リットルあるんで、イエティと同じぐらいの、うちのイエティと同じぐらいの容量が入る結構でかいサイズなんで、ファミリーでも全然いけるんじゃないかなっていう容量ですよね。中が2つに分かれてて、冷凍冷蔵庫内って要はすごく冷える方と、ちょっと別部屋になってる野菜室みたいなね、部分があって、それが冷蔵庫内っていう風に使い分けができると。サイズに関してはちょっと書いておきますので、ちょっと参考にしてもらえればなと思います。はい、分かりやすい容量でいくと350ミリ缶58本550のペットボトルだと28本、2リットルのペットボトルは6本入りますと。この2リットル系のペットボトルが縦に入るのは便利だったよね。めっちゃありがたいね。で一応その冷凍ルームをマイナス20度まで下げて設定ができるんで、もうガチガチの冷凍庫にできると。大きい方を冷凍にした場合はその小さいさっきの2つの部屋の小さい方が冷蔵庫になると、っていう使い分けができるんで、そこは結構便利かなと思ってます。車中泊とかで旅する時にやっぱ冷凍と冷蔵を分けたい時あるじゃん、そういう時はすごく便利かなと思いました。快速冷却モードっていうのと、エコモードってあるので、エコモードはまあ30ワットぐらい、30ワットから40ワットぐらいかなの、電気使用量でした、感覚的に。でマックスモードはだいたい50から60ワットぐらいのパワーを使って動いてますね。音なんですけど、その起動音はもちろん駆動の音はするんだけど、スマホのアプリで測ったらだいたい50デシベルぐらい、そんなに気にならないかな程度の音です。50だとどんぐらいのなんか50デシベルは人が通常発する声や家庭用のクーラーの駆動音。じゃあ、そんな気にならないレベルってことか。そうですね、家のクーラーつけてる感じっていうぐらいですかね。でうちは映像の方でもやってたんですけど、電源プラス氷板を入れて省エネでね動くようにやってました。そうすると電気の減りがちょっと遅くなるので、もう氷で、ね、そいつが冷やしてくれるから。ただ電源を切って寝たんだよね。朝起きたら庫内が8度ぐらいになってたんで、やっぱり通常のクーラーボックスよりは保温力っていうのはやっぱりちょっと弱いかなと思うんですよ。なんでできればねやっぱり電源は挿した状態でいた方がいいかもね、キャンプ中、夏は特に。10度にはなってなかったんで、そんななんていうの腐るものとか入ってなければ問題ないのかなと思ったんですけど、飲み物は冷えてたもんね。朝冷えてた。そのね気温も外気もね15度ぐらい涼しい場所だったっていうのもあるので、あとは、庫内の LED ライトがついてるので、暗いとこでも開けると見やすいと。これ便利でした。これやっぱり車中泊とキャンプはこれあるだけでだいぶストレスないよね。これはすごいありがたいねっていう感じでございました。重量と外寸はここまた書いておきますけど、重さもねそこまで持てない重さじゃないので、許容範囲かなと思います。ということで今回は新しく40リットルのポータブル冷蔵庫ご提供いただきましたので、ちょっと実際にキャンプのシーンで使ってみてっていうレビューをしてみました。総評どうですか？すごい良かったと思います。部屋の中も分かれてるし、ペットボトルも立てて入れれるし、
1泊2日のキャンプで夜ご飯昼ご飯朝ご飯を入れて、飲み物入れてぴったりぐらいのサイズ感っていうのもすごい良かったし、私でも持ち上げれるし、そのクーラーボックスにはないポップを置けるとか、そういった部分もついててすごい良かったと思います。あとはシガーソケットがせっかくついてたんで、うちは電源オフで行き帰り、運転しちゃったんだけど、そこをねしっかりシガーソケット挿して使えば、だいぶ冷えたまま持って行って、冷えたまま持って帰ってこれると思うんで、電源も50W、60W ぐらいなんで、単純計算で使う電源の容量も 50W とか 60W ぐらいなんだけど、中に入ってるものによってもだいぶ変わってくるんだよね。中にやっぱり氷が入ってるとか冷えてるものが入ってるとあんまり電気使わないし、何も入ってないとすごい電気使って冷やさないといけないから変わってくるんで、一概には言えないんですけど、単純計算すると、500のバッテリーで8時間ぐらい持つのかなっていう感じなんで、ただうちはやっぱり氷入れて持ってったんで、もうそれよりそっからその 1.5 倍か2倍ぐらい持つんじゃないかなっていう感覚だったんだけどね。それはやっぱり入ってるものによって変わってくると思いますんで。そうね、シガーソケットがめんどくさいからクーラーボックスでイエティみたいにさ、そのまんまでしっかり冷えてくれるのがありがたいって思ったとしても、やっぱあれでも次の日は冬じゃない限りやっぱりその板氷が溶けちゃって、やっぱ食材が余っちゃいました、で持って帰ってこようと思ってもやっぱり腐っちゃったりとかするから、そういった時にコンセントさせばとかシガーソケットさせば帰りも維持して持って帰ってこれるっていう点ではすごいいいかなって思いました。ということで、詳細はですね概要欄の方にリンク貼っておりますので、気になった方はぜひ見てみてください。お願いします。それからですね、レビューしてた五甲牧場のキャンプ、これはまた別動画でキャンプ動画とか施設紹介とかやりますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいてキャンプ動画の方も見てもらえたら嬉しいです。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でございました。斉藤でございました。